Bonjour à tous 皆さんこんにちは。パリガイドのりょうこです。今日はですね、パリで一番の集客数を誇るギャラリー・ラファイエットですね。後ろにあります。パリの中心オペラ座のすぐ後ろにある大きなデパートですね。サンラザール駅からも徒歩で来ることができます。今日はですね、本館ではなくて食品館の方をですね回ってみたいと思います。このお隣にユニクロがあります。パリのユニクロ、フランス人にも大人気ですけれども、このユニクロのすぐ隣に食品館があります。あとですね、お手洗い困った時にはここの3階のお手洗いが空いていて無料なのでおすすめなんですけれども、はい、では早速行ってみます。はい、このユニクロのもう目の前ですね。こっちがね、メンズ館ですね。本館がこちらです。はい、入ってきました。ピエール・エルメもあります。マカロンで有名なね、このピンクのお菓子がイスパハンですね。彼の一番の代表作、フランボワーズとライチとバラの組み合わせのお菓子です。ここは1個から買えるのでね。こちらがヤンクボヨさんのお店です。この方ね、ミルフィーユが彼のお店に行くとミルフィーユをねそこで作ってくれるんですけれども、代表作ですね。このねパリブレストがもう濃厚で濃厚で、ちょっと私には濃厚すぎました。ピエール・マルコリーニさんね、チョコレートのお店で、あとここのねパン屋さん、ブリオッシュをねグラム買いで買うことができるので、この辺り歩いていてお腹空いてると切り売りでブリオッシュ1切れとかね買ってもぐもぐ歩いてますね。あとここのお店はサンドイッチも出していて、あとクロックムッシュとかねキッシュとかもあります。キッシュ美味しそう。あと私大好きなおやつの一つがこのフランというもので、タルトなんですけど、中がバニラがすごい効いたプリンとしたねカスタードクリームみたいなものでできたタルトです。美味しいです。はい、ここはかの有名なアラン・ジュカスさんのチョコレート屋さんです。たまに私はこのフィンガーチョコというかバーアシュホッケーというね、この箱に入って食べることができます。よく日本人の方がこのジュカスさんのお店にはいらっしゃるので、結構安心して買えるかなと思います。メシ。こっちではすごいポピュラーなんですけれども、チョコレートにヘーゼルナッツのペーストが入っていて、これをねパンに塗って食べるんですね。ここ私の一押しのお店です。何せ箱が可愛くて仕方がないね。はい、見てください。このメルヘンな可愛い缶ね、これ本当に食べ終わった後の楽しみもありますよね。あとこういう風に粒になっているチョコレートもあって、これもおすすめですね。本当に配りお土産だったらこんなちっちゃい粒チョコ、こんなのもらっただけでもね嬉しいですよね。5ユーロです。これね、なんかこう結婚式の引き出物とかね。あとこのねクレームドゥマロンもこれお土産の定番ですけれども、マロンクリームね、栗のペーストです。こちらがねメゾンドラトリュフですね。あとこれもお土産で定番の夏トリュフのチップス。いろんなトリュフ関係の製品があって、トリュフの味が染み込んだオリーブオイルとか、あと気軽に買えるのがこの塩ですね。トリュフの味がする塩、ゆで卵とかねちょっと入れるだけで高級感が増します。もちろんこうステーキとかでね味付けしたりサラダに味付けしたりしても美味しいですよ。ただ間違えてこれ買わないでくださいね。これトリュフの形をしたトリュフを掃除するブラシです。ここでですねリゾット食べることできます。トリュフのリゾット。あとはイベリコ豚を使ったパニーニとか食べられます。とかこの奥に行くとパリジャンたちに大人気、イギリスにたくさんあるんですけどね、プレタモンジェっていう、サンドイッチとかサラダとかスープとか結構新鮮でその場で作ったものをですね出しているので、私はよくお昼に使いますね。今日のスープ
お野菜とココナッツミルクを使ったスープとフランスならではという感じじゃないかもしれないけど、その観光しててあんまり時間なくてレストランでねがっつりご飯っていうタイミングがない時なんかはこういうちょっとしたサラダとか本当にね新鮮だし、これサーモンとあとお米とかサラダですね使ってて気軽に食べられるので私はおすすめです。で、お惣菜屋さんとかもあってパリで大人気のマフロマティスというギリシャ料理のレストランがあるんですけど、そこのお持ち帰りができるお惣菜屋さんですね。結構お野菜もいろいろとサラダ類も豊富だし、こういうふうに温めるねチーズとかほうれん草が入ったパイとかお肉もねありますし、あとこちらですごいポピュラーなのがお米が入っていてブドウの葉っぱで包んだものですね。これすごいギリシャの代表的な料理なんですけれども、あとはナスのひき肉詰めたものとかギリシャの代表的なムサカですね。ムサカ、お野菜とお肉が入っていないものなどなどあります。はい、では地下行きましょう。地下ね。地下が、食料品売り場なんですが、こうやってお野菜もね売っていますよ。ちょっとじゃあ実演してみましょうか。でグラム買いで買えるものをじゃあ今日は買ってみましょう。やっぱりモノプリとかそういったスーパーはビニールなんですけど、はい、さすがギャラリーラファエット紙ですね。もうみかんの季節も冬はねビタミン C はもうほとんどみかんで取る。フランスのこういう生鮮食品はほとんどパックになっていません。こういうふうにバロンスって書いてあります。はかりですね。ここのはかりでボンジョーs'il vous plaît merciクレモンチーノへ。ここはいいわ。merci bonne journée au revoir。でもいいですね。ここだとお野菜とか果物の種類自分でこうね、普通だったらみかんどこだろう、みかんってなんて言うんだろうって言ってこう番号を探したりしなくちゃいけなくって割と手こずるんですよね。それでレジに行ってレジで測ってないわよって言われて後ろの人が待ってるのに焦って測りに行くとかね、そういうこともあるんですけど、ここはさすが高級食品店なので測りの担当の方がいらっしゃいますのでね、袋を乗せるだけです。でイートインできるところも地下にあって、はい、魚介類はこのお魚屋さんで売ってるものをそのままここで料理したものを食べることできます。あと貝とかね、今ね牡蠣のシーズンなので生牡蠣をここで食べることもできます。ノルマンディーでもご紹介しましたけれども、こういうねボイルされたものをマヨネーズつけて食べるんですね。はい、お楽しみなチーズ屋さん、大好きなチーズ。私フランスに来てしばらくしてから本当チーズを食べないと食事が終わらないというね気持ちがすごく分かるようになりました。でここもですねお店の方にこれくださいって言って頼んで買います。で持って帰ることもできるんですよ。真空パックにしてくれます。私の大好きなこのクリーミーなチーズですね。これねクレム・ドゥ・ブルゴーニュ、ブルゴーニュ地方の本当にねクリーミー、中にねトリュフが入ったものがあるんです。あったクレム・ドゥ・ブルゴーニュ・アラ・トリュフ、半分で 13.45 でございます。あとはブルーチーズもいろんなところのチーズが揃ってますね。Bonjour madame。カマンベールもあるんですけど、このね奥にあるカマンベールがカルバドス、ノルマンディーの名物リンゴの蒸留酒カルバドスですね。これで熟成させたカマンベールもこれ味わい深くて美味しいんですよ。あとこの大きな何この巨大なカマンベールとお思いかもしれませんが、これがブリーというチーズで実はカマンベールのご先祖様です。この作り方をフランス革命でね、迫害されて逃げてきたノルマンディー地方に逃げてきた修道僧がノルマンディーのカマンベール村のマリーさんという人に作り方を教えて、彼女がカマンベールを、発明というかですね作ったのが始まりです。
なのでブリの方が臭みがね弱いですね。ツンとしたこう酸っぱい匂いがあまりしなくて癖がなくて食べやすいです。モンドール 18.1、 これは日本のスーパーで見たことありますけど3500円ぐらいしましたかね。暖炉のね焚き火で温めてね、アルミニウムにこう包んでね、アルミホイルに包んで冬食べたりするんですね。あとはこのモルビエというのもすごくポピュラーで、スーパーどこでも売ってますね。私おすすめなボーフォールというのが奥にあります。大きいハードタイプのチーズですね。ボーフォールにも春夏物と冬物っていうのがあって、私は春物のボーフォールが本当に好きです。美味しい。あとコンテですね。後ろにあるコンテも有名なチーズですね。スイス寄りのフランスのスイス寄りの方のチーズなんです。フォンシュコンテというところのチーズですけれども、これもですね熟成の年月が経てば経つほど美味しいです。24ヶ月は本当にまろやかで美味しいですが、でもね12ヶ月とか18ヶ月でも美味しいです。お値段的にねどんどん上がっていきますのでね。あとこのサンネクテールね、チーズもこれ私サンネクテール村っていうところに行ったんですけれども、すごかったです。よく見るとね本当にちっちゃい虫がねジョ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 って動いてました。フランス人、私の旦那なんかはですねもうこれ皮ごと食べますけどね、私はさすがに皮は食べません。でここで書いてありますね。1袋真空パック1袋はタダで、1袋以上買う場合は1袋1ユーロ。あとこちらお惣菜屋さんね、パテというものね、豚肉のパテ、これをパイ生地で包んだものですね。このままパテも売ってます。これねパンにつけて食べるんです。アペリティフというですね食前酒を飲むときによくおつまみで食べます。あとこちらはフォアグラさん専門フォアグラ店ですね。フォアグラにもいろいろあって、こういう瓶詰めになっているパテになっているものもありますし、こういうテリーヌのタイプもあります。どっちも美味しいですけどね、こちらのねこういうテリーヌになっている方が滑らかではありますね。これ全部フォアグラですよ。これねこんなフライパンでささっとこう焼いてね食べたりしますけれどもね。はい、これも全部フォアグラです。でフォアグラの産地なんですけれども、南西部ペリゴール地方というところが有名なんですけれどもね、そこのカモのフォアグラが有名ですが、もともとはアルザス地方のガチョウのフォアグラが最初で、第二次大戦の時にナチスに占領されたアルザスの人たちがナチスの支配下になかった南西部に逃げてきた時に製法を教えて、で南西部にたくさんいるカモを使ってカモでフォアグラを作るようになったそうです。はいね、どこの国もデパ地下楽しいですけれどもね、こちらフォアグラのバーがあります。ここはフォアグラ屋さんですけれども、ここもイートインできますね。はい、そして後ろには普通のバターチーズの売り場がありますが、はい、ここが私たちのお目当ての場所ではないかと思いますが、バター売り場ですね。有名な、はい、エシレね、日本で買うと高いエシレですが、はい、気になるお値段は 5.75、250g で 5.75 します。これ有名なモノプリっていうね、パリのどこに行ってもあるスーパーだともうちょっと安いです。エシレも美味しいんですけど、ここへ来たらエシレじゃなくてこれ買いましょう皆さんね。ボルディエのバターでございます。これは三つ星シェフとかも使っている、本当にね木のヘラでね手でこねこねして作っているバターなので、本当に味がね違います。あとこういうねボルディエだけじゃなくて、こういう小さな昔からの製法で作っているバターもたくさん種類があります。もう紙が透けて見えてるじゃないですか。バターってこうやって黄色い方が美味しいんです、ね、なのでもう透けて黄色の色が見えてますよね。これは美味しい、濃厚でクリーミーでコクがあるバターの証拠です。これ1個ね、この小さいので1個5ユーロとかするんですけど、本当にね味が違います。ただ賞味期限が多少ね短いので、できればここで買って真空パックしてもらって、大量買いしてもですねこれ実は冷凍
凍庫に保存することができます。冷凍保存できますのでね、はい、このベイウェールというね、これはチーズ屋さんのチェーン店なんですけどもね、ここのバターもなかなか美味しいですが、私はやっぱりボルディエバターが好きで、ボルディエバターいろんな種類があって、これはね赤いのはドゥミセルなので塩バターです。でこれが海藻入りバター、これねちょっと変わり種がおすすめなんですね。海藻バターすごい人気ですね。柚子、これねフランスでは柚子はものすごい一般的になってきましてね、柚子って皆さんね言ってます。オリーブオイルとレモンのバター、無塩バターはこれブルーね、これと有塩バターの2つは大きなサイズがあります。こちらに私たち一般人が買うバターがありますけれども、普通にどこのスーパーにもあるバターですね。でもねこういうバターも美味しいんですよね。って書いてあるんです。クリっていうのは生っていうことなんですね。なのでこれは無殺菌の牛乳のバターなんです。妊婦さんはやめた方がいいね。でドゥって書いてあるのは、これドゥは無塩バターのことです。でこれドゥミセルというのは、セルは塩、ドゥミは半分という意味ですね。ちょっと有塩だよってことなんですけれども、ガリガリしたお塩が入ったバターというのもあります。これもイジニー・サントメールですね。ノルマンディーの AOP というねラベルをちゃんと持っているバターなんですけれども、イジニーってちなみに皆さんミッキーマウスのディズニーさんはイジニーから来たのでディズニーさん、ディズニー、ね、どこそこからっていうのはドゥっていうのがつくので、イジニーからっていう意味でディズニーっていう名前が、それがディズニーになったんですよ。なのでディズニーのウォルト・ディズニーさんの出身地ですね。どうでもいいバターと関係ないお話なんですが、でここにですねオクリストール・セル・ドゥ・ゲランドって書いてあるんですが、これはゲランド塩のガリガリっとしたですねお塩が入っているバターです。でチーズ売り場もね普通のこういうチーズもあるし、さっきねバターのお話ししてる時にバイウェアってチーズ屋さんのチェーン店ですよと話しましたが、そこのチーズもやっぱり売ってます、はい、チーズ売り場、これ全部チーズですよ。全部チーズね。日本に行くと魚介類の売り場が広いなって感じますけど、フランスは乳製品ねやっぱり売り場が広い。あと牛乳とかもね、隣に牛乳が売ってます。でフランスの牛乳ってタイプが2つあって、これは冷蔵保存の牛乳なんですね。牛乳冷蔵保存じゃない牛乳があるのと思っちゃいますでしょ。あるんですね。長期保存できる牛乳があって、常温で売ってます。一旦開けたらちゃんと冷蔵庫にね保存しなきゃいけないんですけど、はい、こっちはジュースとかヨーグルトがありますね。はい、フランス人は朝ごはんパンとコーヒーとオレンジジュースですね。栄養バランスあんまりない。ボルディエの売ってるじゃん。はい、ボルディエのヨーグルトもあります。リオレ売ってる。これお米のプディングです。フレーバーの違うヨーグルトもありますね。でも私ここのヨーグルトすごい好きなんですよ。フェルム・デ・ププリエ、このヨーグルトねマルシェのチーズ屋さんで売ってます。これねすっごい美味しい、ここのヨーグルト。乳製品はね大体何を買っても美味しいんですけどね、どこのブランドも。このベイユヴェールも出してますね。この辺りは、はい、アクティビアとかね、こういうのは普通のスーパーで売っているものですね。ボンヌママンもあります。あと最近日本のお餅アイスっていうのが流行り始めて、こんな風に出てますね。抹茶味のお餅アイスがあります。こんなのが普通に、買える時代が来るとは。抹茶もね今大ブームですよ。健康にいいって言ってね。一昔前まで緑のものを見るとね抹茶だと思って飛びつくとピスタチオでチッっていう感じだったんですけど、今はね結構抹茶のクッキーとかもね売ってたりしますからね。はい、あとですねイートインできるお魚屋さんの向かいには
お肉屋さんがあります。でここはですね、ステーキとかハンバーガーとかね、ここのお肉を使ったものを食べることができます。和牛もね最近買えるようになったんですよ。あったあった。はい、コット・ドゥ・ボフ和牛って書いてあります。90日熟成させたものですね。240ユーロ1キロね。霜降り。こちらの人はね、お肉あんまり霜降りというものを食べる習慣がなくって、血が滴るですね赤いお肉食べます。私はそれはそれで好きですけれどもね、なんか噛んでも噛んでも噛み切れないステーキを結構フランス人は食べるんですね。口の中でとろける柔らかい霜降り肉というものをフランス人は知りません。はい、でこちらに来ると缶詰とか油漬けの鴨です。こんな風にこれはセップが入っていますね。今季節セップ、ポルチーニだけみたいなね、カスレっていうね南西部の名物料理なんですけれども、お豆と一緒に煮込んだものです。ソーセージと鴨の肉が入ってます。白トリュフのオイル、あとこうやってやっぱりお土産を意識したものがやっぱり普通のスーパーにはないものですね。高級なものが売ってます。はい、ここはこれ全部ジャムです。パッケージングが可愛い。どれも美味しいと思うのでね、もう見かけで選んじゃっていいと思いますよ。ボンヌメロンはねまたあれですけど、本当に庶民のお安いジャムです。これ私がいつも買っているものです。 65% フルーツを使っているということでね、私はフランボワーズが大好きです。これはビオ、ね、オーガニックのものです。チョコレート売り場、ルーブルとかのお土産屋さんにも出ているメイドインフランスのチョコレートなんですけど、パッケージングが可愛いんですね。こういうね、オペラ座を通りにも路面店ができました。ボナというところですね。ボナっていうチョコレート屋さんの、これはホットチョコレート用のものですね。これおしゃれなパッサージュのお店でもお見せしたんですけど、マーゼというところのアーモンドをカリカリっとねキャラメルでコーティングしたお菓子です。これも箱が可愛い。これも美味しいんですけどね、日本で買うと半端ないお値段するって聞きました。あとこのシャポンというねチョコレート屋さん、バック通りという、これもですねボンマルシェのそばのブージュバックというですねスイーツの有名店が軒を連ねるですねスイーツ街道があるんですけど、そこに本店があります。ボナは産地によって、カカオの産地によってチョコレートがねいろんな種類があります。ハイチ産とかジャワとかですね、どれも美味しいです。色で選んじゃっていいと思う。美味しい。でもフランスはですね、ここ注意なんですけれども、チョコレートはですねダークチョコレートです。フランス人はダークチョコレートを好みます。なので高級チョコレート屋さんとか行くと、私の大好きなパトリック・ロジェとかね、高級チョコレート屋さん行くとベースになっているチョコレートは全てダークチョコレートです。はい、出ました。お土産の定番、これですよ。 1.9 か、やっぱり安いはい、やっぱりねチューブがおすすめ。チューブかもしくは瓶ですね。っていうのも1回開けてすぐ全部食べ終わるっていうのはなかなかないので、この缶だとちょっと厳しいんですよね。だからこのチューブがおすすめ。 1.9 でこれパッケージングも可愛いし、で栗のクリームって結構ね私たち口に合いますもんね、日本人。これアンジェリーナは 3.5 です。あとこれキャラメル、塩バターキャラメルのこれソースとか、私がノルマンディーに行くと必ず買う。まさか年中販売しているとは思わなかった。嬉しいことではあるんですけれども、これねディエップね、私ノルマンディーのビデオもありますけど、ノルマンディー行くとストックしていたものがパリで買えるじゃん。なんだっけ、お値段も変わらない。ナチュールっていうのはプレーンですね。これカネルがシナモンですね。塩バター味はないな。はい、あとおなじみのボンヌマモンですね。これはタルトレットというものですけれどもね、ボンヌマモンの人気の秘密はですね、個別包装になっているので配りやすいっていうことらしいんですけれどもね、一個一個ビニールに入ってます。
こちらは入ってません。個別包装じゃないです。こちらのシリーズはね。あとこういう箱入りのねものもあります。これは個別包装になってますね。はい、お紅茶コーナーもありますが、有名なマリアージュフレールですね。ティーバッグになっているもの。私はこちらの紅茶を買ってます。パレデテ。これです。ブルーオブロンドンというね、このアールグレーが私はおすすめです。高級ホテルのブリストルというところのサロンドテはこちらの紅茶を使っていまして、でここのブルーオブロンドンでした。あと紅茶の老舗のお店がこちらのダマンフレールですね。マリアージュフレールより古いそうですけれども、ここのですねテインが入っていないこちらでいうティザンヌというのがあって、夜とかでも飲めるんですけれども、そのティザンヌの種類がここすごいマリアージュフレールも豊富なんですけどもね、ウーロン茶の塩バターキャラメル味なんかあります。でグリーンティーも今どんどんフランス流行っていて健康志向になってきているのでね、さすがのフランス人もどうもねカフェオレとかエスプレッソとか飲んでタバコ吸ってるイメージがありますけどね、フランスもだんだん健康志向になってるので、玄米茶とかですね、たまにジェンマイシャーとか言われて何ですかって思っちゃう時あるんですけど、ゲって読まないんですよね。これジェって読むんですよ。だからジェンマイって言われちゃうんですけど、玄米茶とか煎茶有明、煎茶とか言いますけどね、煎茶有明があります。私はこのテデモワンヌというお坊さんのお茶って書いてありますけど、紅茶と緑茶が入っていて、フレーバーティーなんですけど、ちょっと私コーヒー中毒なので少しコーヒーの消費量を減らそうと思ってちょっとお茶に切り替えようと思います。出ました。お土産の定番ボヌマモンですね。これ1袋に12個入ってますね。マドレーヌがね、チョコレート付き、バニラ粒が入ったもの、レモン味、オレンジ、いろいろあります。はい、フルーツケーキとかね、カトルカールというのは定番のお菓子でですね、マドレーヌよりもちょっとどしっとしてるかな。カトルカールというのは4つ4分の1っていう意味なんですけれども、だからバター、小麦粉、卵、牛乳、これがバター、卵、小麦粉、牛乳ね、これが同量で4分の1ずつ入ってますよっていうお菓子なんですね。あとこのよく見かけるんですけどね、これねコンポート、要するにリンゴをですねくたくたに煮込んだものですけれども、これがねこういうふうにチューブになっていて、フランスの子どものおやつの定番です。もうおやつにとりあえずこれとなんかビスケットとかね、マドレーヌとかね、そういうと組み合わせておやつっていう場合が多いですね。必ずおやつに持たせるものです。マスタードコーナーですけれども、ブルーチーズ味とかトリュフ味とかありますけれども、定番のマイユですね。でもここまで来たらマスタードがお好きな方はですね、マイユの本店に行かれてください。そこで瓶を買ってその場でチューブに瓶に詰めてくれます。本当に美味しいですよ。ぜひね本店に行かれてみてください。こちらがお塩売り場です。このお塩もなかなかお土産の定番で、塩の花、フラワードセルですね、ここにあります。で塩の花の王者、これなんですよ。フラワードセルヴォンデストって書いてあります。東の風、ほとんど風って西から吹いてくるんですけども、東から吹いてくる風で、風というのは大陸から来た風なので、海から来る風よりもカラッとしてるんですね。そのカラッとした風で乾かした塩の花っていうのは特別なんだそうです。これはかの有名なベルサイユ宮殿を築いたルイ14世の食卓に載っていたと言われるお塩です。高いんですよ。だからね、さすがにこれで14ユーロ、なかなか減らないですけどね。ネタとして和食コーナーもありますよということでですね、照り焼きソースですね。もうフランス人はこの照り焼きソースみたいなね、甘ったるいお醤油をご飯にダバ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 ダかけてね食べるんですよ。もうね説教しますけどね。ラーメンじゃないけどな、これラーメンビーフ味、
ビーフ味のラーメン、ビーフ味のラーメンみたいな、ちょっとなんかこううどんみたいなものが入ってますけどね。はい、楽しいって書いてます。はい、今ちょっとねお会計済ませちゃったんですけど、自分でちょっとなんかレジ行くの怖いとかね、そういう、気持ちもわからなくもないので、お会計自分でねすることもできます。はい、ここは自動で自分でバーコードピッピッピッと入れてですね、お会計することができるコーナーです。で、困った時には店員さんが1人だけいるのでね、助けてくれます。混んでいる時なんかね、こっちを使ってもいいかなと思いますけれども、レジですね。レジは普通にベルトコンベヤーの上に商品を乗せて、お会計するだけですね。ここはね袋くれます。はい、で今ですねエスカレーター上がっていきますけれども、地階から上がってきました。でちょっとね上に上がっていきます。私もなんかロックダウンとかいろいろあったのでちょっとしばらく来てなかったんですけど、階が入れ替わってる。食器が一番上になりました。フランス式のトワゼメタージュ、日本でいう4階、最上階ですね。最上階が、食器屋さんになりました。今すごく人気のおしゃれな食器、こういうものなんですよ。日本っぽいですよね。こういうねミニマルな感じのものが今すごくおしゃれな人は好んで使いますね。かわいい。そうこれ私も買ったやつかな。これ餃子用に買いました。ストーブ 40% オフ。故障引きプジョーいくらするんだろう。この間のノルマンディーの安いお店は8ユーロでしたけど、55ユーロする 30% オフでもいいや、あれで8ユーロでどれぐらい持つかわかんないけど。はい、今フランスではお弁当、ボワット弁当と書いてあります。で今またコロナでね、自分で家で作って持っていくっていうのがブームになっているので、水筒とかもねやっぱりだんだんエコロジーを考えてですね、プラスチックのペットボトルをなくそうということで、結構自分の水筒を持つ人が多くなりました。家でエスカルゴ作る人いるのかな。台所用品もね結構見てるとあっという間に時間が過ぎていきます。フォアグラを切る大理石の板、パン焼き器、なんかすごい重い、なんか壊しそうなので触るのやめます。テーブルパンを作るようにできてるんでしょうね。85ユーロする。こういうお鍋もでも一生ものですからね。200、300、345ユーロね。これでお米炊くと美味しいというねお話聞きましたけど、すごい。はい、お手洗いはこの電化製品、家庭用電化製品の奥。これね、お二人用のラクレット機。ラクレットもね一度ご紹介しましょうね。この中にこういう感じでチーズを乗せて、でじゃがいも、茹でたじゃがいもにチーズをかけて、それをハムと一緒に食べるという冬の定番料理です。ワインキャーブ、ラキャーブはこちらにございますね。広い日本式の2階、こちらでいうプロミエエタージュにあります。はい、というわけで今日はギャラリー・ラファイエットのグルメ館をリポートしました。お土産を買う時だけではなくて、もしこのウガンでアパートホテルみたいなところに滞在してキッチンがあるとか、そういった滞在の仕方だとこういうお店、お惣菜屋さんとかもあるので便利だと思います。でやっぱり中心地にあるのですごく来やすいですのでね、おすすめですよ。私もパリ在住ですけれども利用することがありますのでね。あとやっぱりパティシエさんのセレクションなんかもすごく最新のというか、今一番人気がある人を集めているので、そこで何でも住むっていうやっぱりねデパートの利点があります。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。Au revoir, à bientôt, à la prochaine.